皆さん明けましておめでとうございます。歌舞伎 YouTuber の電脳和風です。今日は2025年歌舞伎座初日に来ました。いやー、さすが着物の方が多いですね。華やかです。私鎌倉から来てるんですけども、最初の演目が寿曽我の対面ということで、頼朝時代の鎌倉がテーマなんで嬉しいです。今年も皆さんに歌舞伎座のランキング毎月初日に見てお届けします。まずは4位から6位をお届けします。それでは2025年歌舞伎座に行ってみましょう。レッツゴー。さて、これから4位から6位を発表したいと思います。私のこのランキング、一幕見席を見る方のためのランキングです。基準は3つあります。私のドーパミンが上がったか、ワクワクしたか、または感動したか、そして2つ目、もう一度見たいか、3つ目、初めて歌舞伎を見る方にもおすすめしたいかという3つの基準から決めています。さて、これはあくまでも私の基準です。今月本当に寿初春大歌舞伎ということで気合が入ってるんで順位難しいです。第6位は陰陽師です。今、夢枕幕原作の安倍晴明の2演目が終わりました。鬼ある限り私は滅びません、安倍晴明の幸四郎さんが言う。そして一番最後は勘九郎さんの広政を見て、お前は本当に良い男だなぁと幸四郎さんと勘九郎さんが2人並んで終わりました。ちょっと正直言って私は意味が分かりませんでした。まずこの安倍晴明の2演目ですけども、最初は大向泰治田原の淘汰の話です。田原の淘汰役、藤原の秀里を松緑さんがやってます。最初ストーリーを説明するためにいきなり大薩摩が出てきます。その後松緑さんが出てきてムカデ退治をする。ムカデ、まるでバルタン星人のような頭を持って、ムカデの頭部は亀蔵さんがやってました。その大立ち回りをした後に最後海春さんが出てくる。海春さんのこの竜の姫が閉じ込められていたって藤原の秀里がもらった褒美の中から俵を民に分け与えると言ったんで、この姫が俵の塔だという名前をつけて終わりました。本当に大立ち回りだけという感じです。そしてその次が金輪という話です。ただそこに全然関連性がないんですよね。途中15分休みがあるんですけども、なぜこの金輪という、鉄の輪と書きますけども名前がついたかというと、もともと金輪の恋春のパバーヌという陰陽師の話からこの金輪ぬの金輪、頭に3本のろうそくを立ててるんで金輪というふうに言ってるようです。その恨みを抱く徳子姫、これを和太郎さん熱演しています。この陰陽師として幸四郎さんが出てくる。そしてその友人として源の広政が出てくる。源の広政役勘九郎さんがやってます。そして敵対する道満役をこれは白鸚さんがやってますという、和郎さんが徳子姫をやって豪華な布陣ですけども、そしてきっとコンセプトとしては玉三郎さんの天守物語ような不思議な感じ、ミステリアスの雰囲気を出したいんだと思いますけども、ちょっといろいろ欲張りすぎかなと、盛り込みすぎかなという気がしました。でも夢枕幕ファンにはきっと頭の中でこの鬼が出てきたり、または生命体ドーマンということにワクワクするんだと思います。和太郎さん真っ赤なこの着物で、最後は成仏するときに桃色の着物に変わる。和太郎さんのこの怨念の迫力、
素晴らしかったです。ということで、ちょっと全然別の話でした。ムカデの話とカナの話、安倍晴明の歌舞伎でした。第5位は大富豪同心です。今、大富豪同心山木卯之吉編が終わりました。なんと続くクエスチョンで終わってしまいました。幸四郎さんが歌舞伎座で初の演出ということだったんですけども、これはまるで隼人ショーでした。本当に最後大団円でみんなで軍部で楽しく松平健マツケンサンバのように踊って終わってしまいました。いやー、驚きました。あとすいません、私実はテレビの大富豪同心見たことがありません。そういう前提で聞いてください。物語自身はこの隼人さんの早変わり、卯之吉大富豪の同心でも刀を見ると失神するという冴えない同心でも遊び人、かっこいいイケメンの卯之吉、そしてそれと瓜二つの将軍の弟の幸千代の話です。で、将軍の具合が悪くなったんで弟に政務を任せようと。で、弟を上京させる。その弟が幸千代です。幸千代はまず江戸の町を歩く。で、実は悪者を成敗したりする。でも幸千代はふっと消えてしまう、ふらりと消えてしまう癖があるそうです。ところが許嫁の誠姫江戸に出てくるということで困ったと。幸千代がいなくなったのがバレたらまずいということで、卯之吉、似ているそっくりの卯之吉に白羽の矢が立って、卯之吉が幸千代として誠姫を迎えます。いや、本当にこの隼人さんの早変わりが楽しい。そして隼人さんを盛り上げる、卯之吉を盛り上げる宝冠の右近さん、軽みのあるいい演技ですね。もうジョーク爆発でした。ただ最後、実際にその許嫁の誠姫が来て、実は中身は卯之吉なんで、幸千代にでもそなたは誰じゃということで、そこでなんと墨書きのクエスチョンが出て終わってしまいました。ちょっとそこが残念ですね。せっかくなんで話オチをつけてほしかったですというのが正直なところです。本当に笑いという意味では満載でした。なんと大井御前を演じる蝦夷三郎さん、お酒をクイとこの多くにいるのに勇ましく飲む。そして3杯飲む、さらに飲む、酔っ払う、気分が悪くなって気分が悪いまま幸千代に仕える。そして誠姫に会うなんていうシーンもあります。あそこも笑いでいっぱいでした。ということで、結構周りの若い方、面白かったと、笑いという意味で面白かったという声もありました。ということで、新作、まさに NHK 今日生放送をしてましたけども、 NHK での大富豪同心、ぴったりな演目だったんでしょう。以上、大富豪同心のレポートでした。笑いたい方はおすすめです。ただ物語が途中で終わってしまうということは心づもりしてください。隼人さん、まるで松平健のようなショーでした。ここでお知らせです。いや、本当にこの1月の歌舞伎、古典、狂言、浄瑠璃狂言、新作といろんな歌舞伎が入っています。そんな歌舞伎を深く理解するために、元国立劇場理事の織田さんの話を聞く会を1月の9日木曜日14時から世田谷文学館で行います。歌舞伎を
そして、国立劇場の話も聞きたいですし、歌舞伎役者、そして公演の裏側の話も聞きたいです。ということで、もしお時間ある方はぜひお越しください。概要欄に詳細を書いておきます。概要欄のリンクから詳細に行けます。以上、1月9日元国立劇場理事織田さんの講演会のご紹介でした。第4位、これ非常に難しいんですけども、熊谷陣屋です。今熊谷陣屋が終わりました。実は松緑さん初役だそうです。仁左衛門さんの代役務めてあるけども、今まで本格的に演ずるのは自分は器じゃないと言って断ってきたそうですけども、いやー、松緑さん良かったですね。迫力と悲しみと定感と混ざったいい演技でした。そして実は弥陀録、家禄さんが演じてましたけども、それも実は見応えがありました。物語熊谷直実、松緑さん頼朝の命によってで敦盛を捕らえて首を取る。でその首を持ってくる。でもそこの合戦の場に妻の相模が訪ねてくる。自分の息子の小次郎は元気ですかと。でそこになんと敦盛の母親の藤の方も出てくる。藤の方は息子の敦盛を殺したという直実を殺そうとする。刀で刺そうとする。それを止める。そこで義経が来て首実験が始まる。で敦盛の首だと差し出した首はなんと自分の息子の小次郎の首だった。相模、妻の相模、びっくりする自分の息子がなんでここに首があるんだと。そしてそれを藤の方に見せる。おお、びっくりする。義経はそれを小次郎の首だと知って、でもこれは敦盛だと OK だという、ここまでがメインのストーリーです。でもその後があります。その後梶原景時が首実験の様子を見て、義経がこれは頼朝を裏切ってると。なんで敦盛じゃないのに見逃すんだと。でもそれを弥陀録というおじいさんが出てきてピシュッと手裏剣で梶原を成敗する。なぜか弥陀録、昔は平家型だったと。でもそこで義経があれ自分を救ってくれた恩人じゃないかと、自分を救ってくれた宗清じゃないかと気づく。そう弥陀録悔いる。いやー、俺が頼朝と義経を生かしてしまったから平家が敗れてしまったと。でも最後義経はなんと弥陀録に救った敦盛を連れてかせる。そして一番最後に16年は一昔、夢だ、ああ夢だと言って松緑さんの熊谷直実が去ってきます。実は12月に文楽でこの熊谷直実の熊谷陣屋を見ました。その時に桐部語りを赤太夫さんがやってました。その時に思ったんですけど、熊谷直実よりも実は弥陀録のところをすごくパワフルに語ってました。ということで実は後半の弥陀録の物語もこれも見どころです。見逃さないでください。弥陀録をやってる家禄さん、この物語は世界平和だと、世界平和を願ってやってるそうです。自分の子供を差し出す、そういう武士の義の世界、厳しいヒエラルヒーの世界、そしてでもその中で頼朝と義経を救った男の話で、最後にその恩返しをされる。でも俺はまた平家として源氏を追い詰めると言って去っていく弥陀録。人生の無常感とその戦いの繰り返し連鎖、その虚しさを描いた熊谷陣屋でした。以上、今年の1月初日に見た私個人のランキングです。
一幕見世間を見る参考になると嬉しいです。それでは見てくださった皆さん、いいねをしてくださると嬉しいです。そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。7月9日には堀田さんの国立劇場元理事ならではの講演もします。公式 LINE もありますんで登録してくださると嬉しいです。ということで、歌舞伎 YouTuber の電脳和風でした。それでは今年も歌舞伎を楽しみましょう。伝統芸能を楽しみましょう。それではまた。